しじゃ、不気味度を魅力じゃ。今回はメガドライブのシューティングゲーム、ジノーブをプレイしていくのじゃよ。例によってスーパープレイでも攻略プレイでもないので、まあゆるりとお付き合いいただければ上々じゃ。ネタバレもありなので、未プレイの人はそのつもりでな。前回のステージ1の洞窟、ステージ2の海を経て、今回はステージ3の城からじゃ。このステージで素晴らしいのは何と言っても、このバロック調の BGM じゃな。城というステージにふさわしい雰囲気なのじゃ。今装備している魔法はエナジーボールじゃな。ステージ1では巻物3つの最大レベルで使用したが、今回は巻物1つ、つまりレベル1なので、かなり威力がしょぼいのじゃ。M の巻物、これはマジックアローといって、ホーミング性能もあるショットじゃ。H に見えるが、多分 M なのじゃ。レベル2まで使えるので、装備してみるかな。弾数がもっとあれば嬉しい魔法じゃな。しかし、城という背景と音楽のおかげもあって、荘厳さすら感じるステージじゃが、いかんせん敵が陰気すぎるにも程があるな。ここでステージ3の中ボスじゃ。他のゲームだとドラゴン的なやつじゃが、人面なのでなんか気持ち悪いな。W の巻物はワイルドファイアという魔法で通常ショットが巨大化する。他の魔法と違い、時間や回数の制限がなく、残機が減るまでは効果が継続することもあり、このゲームで一番使える魔法だとわしは思うんじゃよ。なんかどんどん動きが速くなってきていたが、なんとか倒せたのじゃ。音楽も変わって、ステージ3も後半戦じゃ。今度は一転して、勇壮な感じの BGM になったのじゃ。ワイルドファイアが大活躍じゃ。背景が同じような感じで単調なので、ちょっと飽きるな。ステージ2でも言ったのじゃが、全体的にこのゲームは一つのステージが長い。もう少し短くして、その分ステージが多ければより良かったと思うのじゃが、それはさすがに贅沢かもしれないな。巻物も出るのじゃが、同じ種類が揃わないのが残念なのじゃよ。赤いサソリ人間みたいなのに囲まれたのじゃ。なんか囲まれただけじゃったな。やっとボス戦じゃ。このステージのボスは名前は不明なのじゃが、城ということもあるので機械王とかそんな感じだと思うのじゃ。
巨大な顔面という意味でステージ2のボスである海底船長とちょっと似てるのじゃ。ただ攻略の難易度は全く違う。まず海底船長と違い、当たり判定が口の部分にしかないので、マスクでガードしている間はダメージが与えられない。そのため長期戦になること必至じゃ。また攻撃も厄介で、特に鼻から出してくる鼻水みたいなやつには注意じゃ。ただでさえ地味なグラフィックなのに、下からの放物線という分かりにくい軌道で飛んでくるので、とても避けにくい。他の攻撃と重なるとなおさら大変なのじゃ。なんとか倒せたのじゃよ。続いてはステージ4じゃ。ステージ4は肉体製造工場じゃ。そのステージ名とボスのデザインを含めてジノーブという作品を代表するステージじゃな。肉体製造工場というステージ名を物語るような盗作したサイケデリックな BGM に乗せて、いきなり高速スクロールから始まるのはびっくりするな。なんかいっぱいアイテムが出たのじゃが、取る暇がなかったのじゃ。ここは前方集中型のブルーショットが大活躍なのじゃよ。高速スクロールも終わったところで、ステージ4の中ボスが登場じゃ。名前は不明なのじゃが、とりあえず銀面ファンネルとかそんな感じじゃな。とにかく軌道や速さの違う球をバラバラに打ってくるので、球よけが大変なのじゃ。必死に避けているうちに、いつの間にやら倒したようじゃ。ステージ4も後半戦じゃな。BGM も変わってより狂気というか怪しさが増した感じじゃな。全体的に敵キャラの顔面比率が高いのじゃよ。ここの地上から変なのを打ち上げてくる敵がなんか間抜けで、後の超兄貴に通じるテイストを感じさせるな。G の巻物グランドアタックが2つ溜まったので試しに使ってみるのじゃ。これも弾数の制限がなければそれなりに便利そうじゃな。やはり弾数制限がないだけでもワイルドファイアが一番便利じゃな。
もうこの顔の敵は見飽きたのじゃ。そろそろボスになってほしいところじゃな。手が落ちてくるあたり、まさに肉体製造工場という感じじゃな。ちなみに本作の音楽を担当しているのは岩垂のみゆき氏。そう、後にラングリッサーシリーズやルナシリーズ、グランディアなどの作曲を手掛け、ゲーム音楽に限らず世界でも活躍する作曲家じゃ。メガドライブでは他に鋼鉄帝国やスペースインベーダーなども手掛けていて、当時まだ20代半ばなのにそのジャンルの幅広さには驚かされるのじゃよ。やっとボスにたどり着いたのじゃ。このステージのボスは工場長、人体と機械が融合したそのデザインと凄まじいまでのドット絵の表現で、まさに芸術と言っても過言ではないのじゃよ。もちろんかなり手強い。巻物のオーラシールドを使ってみたのじゃよ。いわゆるバリアなんじゃが、時間制限というのが悲しい。わかりにくい不規則な軌道で飛んでくる赤血球のような攻撃も厄介じゃが、問題は当たり判定じゃ。ステージ3のボス同様に、本体には当たり判定がなく、時々飛び回る振動にしか当たり判定がないのじゃ。弱点の振動が飛び回るおかげで、なかなかこちらの攻撃を当てにくい分、ステージ3より難しいのじゃ。なんとか倒せたのじゃよ。今回はここまでじゃ。次回はラスボスとの決戦じゃ。では、次回もよろしくな。